はい。皆さん、こんにちは。楽しい水彩画の始まりです。今日はね、まず出だしはこんな形からです。ね。そして、周りをきれいなお水で濡らしたら、たっぷりのイエローですね。さあ、今回はどんな絵ができるのかな？今日の絵のヒントはね、わあ、こんなのいいねってね、そういうことですよ。ね。次々と色を足してます。ね、ここだけちょっとね、紙の白を残します。どうなるのかな？わかった？もうここでどんな絵になるかわかった人はすごいな。ね、周りをちょっとこう暗くしたり、こんな楽しい色をね、シュ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 ッと加えます。ね、ひっかきですよ。今日はわあ、こんなのいいなーってね、そういう絵です。これは？そう。ね、これは分かったよね。そしてこうなるんですよ。猫。この辺もちょっと楽しんじゃおうかな。ね。ちょっと楽しんじゃいます。もうちょっとここ広くしようかな。このくらいはいいな。この方が今日のね、絵の雰囲気出ますよ。さあ、シュッシュッと、これは何だろう。ね。どんな絵なのかな？もうわかった？まだわからない？でもなんとなく、今これはわかるよね。そう、これにちょっと点描でね。これは何だろう。ね。もうこんな雰囲気だよね。明るい、ね、黄色や緑の中で赤い色がとっても生きてきますね。そしてこんなんです。ね、見えてきた？ほら。ね。ちょっとここにね、少し暗めの色も加えてあげます。ここはなんだかわかるよね。そう。それですよ。ね、こう絵の具の透明感を生かして色を重ねてあげます。そして下の方にもこんな風にします。なんだろうね。さて、いよいよここ始まりますよ。どう？わかった？じゃあ乾いてからもう一回ね。ほら、これです。ね。もう一度今のタッチを見せしますね。こう素早い筆使いでシュッと楕円を描きます。このくらいの速さですね。では今度こちらは今と同じような素早いタッチで
ね、直線だったり点描だったり描きます。そしてね、これカッターナイフです。ほら、今何やってるかわかるよね。そう、あれを描いてるんですよ。さあ、できてきたよ。ねえ。そして、ちょっとお目目を入れようかな。ね、今日、うわー、こんなとこだったらいいなーってね、みんな思うようないです。もう一回ほっぺの赤色とお目目を書き込んで、リラックスリラックスっていう感じですよ。さあ、できたみたいですので、周りを剥がしてみましょうね。どんな絵だったんだろう。はい。ね。はい。これで出来上がりです。今日はね、明るいね、もう初夏の日差しの中でね、僕がね、もうとっても気持ちよさそうに、ちょっとうとうと眠りたくなってしまうような、そんなリラックスして、ね、ゆっくりくつろいでいる絵だったんですね。もう、この木々の間から優しい鳥の声も聞こえてきそうです。はい。ということで、ご質問、ご相談コーナーの始まりです。今回のね、ご相談ね、寄せてくださった方、おったばいヤーハングさん。ごめんね、上手に言えなくて。おったばいヤーハングさん、こんにちは。私は初心者で猫を描くのに初めて大きいブラシを使いました。12番と10番。あなたの優しさと、素晴らしいビデオに感謝しています。ありがとうね。あなたのビデオを見て大きなブラシを使用することの恐怖を克服しました。よかったね。そうなんだ。よかったよかった。ねえ。多分ね、僕は本当に思うんだけど、もう皆さんね、細い筆でね、細かく書くんだよね。でも、いつも言った通り、それではやっぱり本当にね、水彩の良さは出てこないし、やっぱり思い切りよく大きくものを構成するっていうね、絵画の基本もね、なかなか達成できないんだよね。でも、オッタンバイハングさんね、偉い。よかったね。大きい筆使えるようになったんですよね。大きい筆が使えると、なんで今まであんなに小さい筆で描いていたのかなって自分でなんか疑問に思うくらいでしょ。ね。これからもこの調子でね、ずっと続けてくださいね。はい。さあ、ね、今日いいお話でした。ということでね、柴崎にこんな話をね、ちょっと報告したいなとかね、聞いてみたいなっていうことがありましたらね、インスタグラムのダイレクトメッセージにね、もうどしどしお寄せください。またね、いろいろね、ご感想もコメント欄にね、皆さんたくさん寄せてくださいね。お待ちしてますよ。さあ、今回のビデオもなかなか面白かったと思われる方は評価と、そしてチャンネル登録をね、お願いいたします。最後までね、見てくれて本当にありがとう。またすぐにね、お会いしましょう。はい。それではまた。